います。おはようございます。さあ今はどこだこれは。どこだろうね。今松代じゃない。長野インターのところ小布施に行こうと思ってね。メルキューレ。そうメルキューレがあるところ。長野インターがすぐそこで通ってたらなんか松代農業総合センターっていうところの直売所があってさ、みんな箱買いしてるからちょっと見に行こう。行ってみましょう。どれなんかみんなすごいじゃんこぞって。桃かな、ぶどうかな。1000円のもあるじゃん。すごいね。なんでこんな安いの？なるほど。しかも川中島だ。ランルージュ安いね。750円とかね。まああっちで見てみよう。そうだね。いやー買いました。買えたね。いっぱい人が来てさ、こう段ボール持ってる理由がよく分かった。過去一安い桃じゃないかな。みんなすごいよ。2箱とか買ってるけどさ。それはだって1箱で1000円から1200円。しかも俺らの結構大きくて12個入ってた。でね、すごい大きいのが8個のとかもあってね、全部1000円とか1200円なの。考えられないよね。いや考えられない値段だね。しかも川中島ってブランドでしょ。の白桃だから一番美味しいやつでしょ多分。いや嬉しいね。嬉しいね。今日はこれで俺冷製パスタ作るね。おいいね。カッペリーニってやつなんていうのはよくわかんないけど、ちょっと調べよう。普通3キロがさ、だいたい4000円前後なんだよね。そうだね。スーパーだともっと高いと思うんだけど、で今日のも3キロだから相当安いよね。1000円だからね。すごいな。ちょっと傷がついてたりね。そう全く問題ないもんね。問題ないよ。道の駅小布施かな、オアシス小布施だったっけ、にもうすぐ着くんで、今度は桃の次はぶどうです。ぶどうはいいかな。もう出てるかな。もう出てるよね。出てると思うよね。ここも安いからで、ぶどうが少なくなってきたらここはリンゴもいっぱい出るけど、もう多分リンゴもありそうだよね。ありそうだね。ここはね高速降りなくても買い物できるんで、なんかサービスエリアがあるところ。いや暑いな。30仕事あるもんな。まだあんままだ出てないかけど桃が多い。あ、リンゴも出てる。人が少ない。さあここでは2つ買いました。なんかまだねぶどうが少なかった。あんまりなかったんで、シャインマスカットはこれから9月中旬からっていうことなんで、食べたことないブラックビートっていうのと、それからプルーンのサマーキュートっていう美味しいっていう風に前教えてもらったやつが出てたんで、その2つを買いました。プルーンが400円でぶどうが550円。大きいねこのプルーン。こんなに大きいね。いただいてみましょう。どうぞ。はい、いただきます。いただきます。うわ甘いな。甘い。超うまいね。美味しい。今日はここから3、40分のところにさ、もうちょっと北上しようと思ってるんだけど、久しぶりにキャンプをしようと思ってね。9月になったから涼しくなるかと思ったら全然そんなことないね。今はここ33度です。暑い。暑いね。まあいいでしょう。夕方夜は涼しいから。なんで9月になってちょっと落ち着いて秋を感じたいなと思って、ちょっとまだ早いけど桃変えて、まあ桃は夏か。桃は夏か。でも果物もいっぱい出てきてるし、今日は冷製パスタ作りたいんで。いいね。作ってくれるんでしょ。そうだよそりゃ。すごいじゃん。作れるんだ。多分ね。まずは鶴屋で買い出し。鶴屋行けば揃うでしょ。いろいろ揃うでしょ。すごい栗がいっぱいできてるよ。小布施の栗も実ってきた。大きいんだよ。大きいんだね。すごいんだよ。やっぱり立派なんだ。
さっきの産直でもさ、あ、売ってた栗。いやなんか栗はもうないんですかみたいなことあ聞いてる人がいて、ちょっと早いもんね。あでもなんか朝はあったんですけどね、あそうなんだみたいなこと言ってた。いや夏もいいなと思ってたけど、こういうの見ると秋もいいなと思うよね。いいね、うん食欲の秋だね。いっぱい買いました買いましたね。ね。ちょうど今お布施なんで、うんお昼ご飯をお布施で食べていこうと思って、うんうん。このね左側、ここ左？うんあで、ここにさフローラルガーデンお布施ってあったじゃん。昔行ったことあるんだけど、行ったことあるね。その中にね入ってるんだ、ご飯屋さんが。だよね。ここが駐車場だと思う。広い駐車場。そうそう、お布施花屋さんっていうお店、うん行ってみましょう。どこだろうね、花屋さん。あ、こっちじゃないかな。あ、ここだね。わあ、いいじゃない。おお。今日は花屋ランチの A と花屋プレートランチを一つずつでプラス200円でドリンクセットにしました。なんかケーキとかもいっぱいあるっぽくてさ、ほらオブセグリのモンブランタルト700円。あ、美味しそう。あ、栗推しだ。やっぱりオブセグリのアイスクリーム、秋だからね。栗シフォンケーキと栗アイス。あ、これもいいな。最後はかぼちゃ秋だね。よね。安いんですか？結構いろいろあるね。サラダがね、ナスの揚げ浸しとイチジクと、あとなんだっけ、枝豆のなんとか。いただきます。今日な、イチジク買おうか迷ったんだよね。いただきます。うん、あ、うまっ。うん、うまい。あ、それが枝豆のあれだ。うわ、すっごい枝豆。本当だ。うまっ。わあ、もう栗ご飯だ。すごい。栗ご飯にきのこのスープに鮭の西京焼きにパイ包みでしょ。でローストビーフ、きゅうりとマヨネーズのソースです。いや美味しそうだな。こちら花屋ランチもね、スープがつくんだけど、きのこたっぷりいただきます。あー、美味しい。すっごいきのこ。美味しそう。で、これはつみれか。あ、栗だ。これ栗。すごい。うまっ。栗ご飯の栗からいただいちゃおうかな。美味しい。ホクホクだ。続きましてローストビーフ。なんかそのタレと食べなさい。きゅうりとマヨネーズのそうソースがかかってて、なんかその横の、これやったかな。うまそう。いただき超うまー。ますそう。めちゃくちゃ美味しい。1枚もらおう。スープいただきます。すごいキノコだね。いろんな種類のキノコが入ってる。その中のつみれみたいな栗がめちゃくちゃ美味しい。すごいね、このキノコエキスがすごい出てる。そうちょっととろっととろみがついてて。これね、花屋ランチ1850円。
ただきます。豚のロースのシャリアンピソース、これかな、なんか玉ねぎソースかな、ちょっとわかんないけど、こっちはでもマスタードっぽいけどね。美味しそう。綺麗だな。さすがなんかさ、ここ花のなんかじゃん、ガーデン。うん、すごい綺麗だよね、全部お花屋さんね。これはなんだ、なんかわかんないけど超美味しい。あ、えのきのピューレだ、多分ね。結構きのこが香る。あ、うまっ。えのきだけのピューレ添えって書いてあるね。ゴーヤいただいてみよゴーヤだよね。う。漬物か。あ、あ、ちょっとお酢漬けだ。美味しい、めちゃくちゃ美味しいこのゴーヤ。デザートは桃のプリンです。美味しそう。いただきます。小布施牛乳のプリンだよね。そうそう、桃のプリン。いただきます。あ、めちゃくちゃ美味しい。これはいいぞ。で、桃。お、本当だ、入ってるんだ。桃がちょっとシャキシャキする感じの桃で、小布施牛乳のプリンがちょっと固めなの。あ、そうなんだ。で、甘さも程よくてめちゃくちゃさっぱりする。美味しい。ここだってカフェでもね、ケーキとか食べれるんだからさ。あ、いいな、これは。はい、美味しかった。すごい温室だって。へえ、観賞温室。うわ、ガシュマルだ。うわ、いい匂いするな。オリーブかな、これは。へえ。ここは何？あ、ジェラートだって。ジェラートとかあるらしい。お腹いっぱいだね。食べれないか。うわ、安っ。めちゃくちゃ安い、ここ。うわ、すごい。駐車場の木にもリンゴがなってるよ。これは何？観賞用かな。上にもほらいっぱい。美味しそうに見えるよ、でも。さっき食べちゃダメですって言われたじゃん。これこんなに大きく、あっちにいっぱいある。これだ。これもっと赤くなってたけどね。これ飾りで一緒に入ってたけど、危うく食べるってねえ、絶対食べるよね、あれ。食べていいんですかって聞いたもんね。いいね、ここはなんかのんびりできて。本当だね。ねえ、このガーデンもすごい綺麗にしてるしさ、椅子なんかもあって座れるし。そうそう。ねえ、なんかすごいいい雰囲気だったね。ねえ、この中。で、ジェラートも買えるし、で、さっきのところもさ、ランチ結構混むけど、カフェ利用もできるから、あ、そうだね、ランチの時間ずらしたら、いいよね。中もすごいいい雰囲気でね。テーブルも結構いっぱいあったから。いいよね。そう、窓からね、綺麗にガーデンが見えてね、レストランの。そう秋も良さそうだね。本当の鶴屋の真横だね。そうそう。絶対迷いませんっていうところ。あー、のどかになってきた。いいね。ここら辺いいよね。この夏のここら辺また最高にいいんだよな。ちょっと暑いんだけどね。そうそう、暑いの。暑いんだけど、なんか夏の日本っていう感じがすごい残ってるところ。ああ、そうだね。今走ってるのがね、北信語学道路っていうの。そうそうそう。でもここは長野市なんだよ、まだ。そうそうそう。豊野だね。いいところ。結構山も見えてるし。そうそう、北信語学がよく見えるんだよね。見えるよね。ちょっと雲がかぶっちゃってるけど今日は。でもうちょっとしたらさ、リンゴ屋さんがあったりね。いろいろ。飯綱町だ。ああ、そう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 。飯綱町もあれだよね。リンゴがいっぱい。そう、リンゴの産地。取れるんだよね。もうちょっとしたらだからリンゴのイベントが始まるでしょ。あと今はまだトウモロコシがちょっとあるかな、多分ね。そうだね。ところでさ、早速プラ
なんだ、リンゴ狩り。右の丘の上にはサンクゼールのワイナリーとレストランとか見えてるけど、ぶどう畑が見えてる。そうそう、あれ何かなと思ったらちょっと映ってないけど、お城みたいなねのが見えてるの。見えないかな。ちょっと見えてるね、白いのが。奥にね、うんいいとこにあるね。あるよ。すごいいいところにあるけど暑いな、34度だって。結構暑いよ。34度ってすごいじゃん。もう5月なんですねえ、本当に雪降るのかな、今年こんな暑くて。まあでも一気に秋冬になるからね。まあ秋がなくて冬になるもんね、多分。そう、一気にね、この感じだと。さあ、今日はね、信濃町の安らぎの森オートキャンプ場っていうところでちょっとキャンプしようと思って。はい。昔からもう10年以上前からあるんだけどね、なんか昔よく友達が来ててさ、俺も何回か遊びに行ったことあるんだけど、すごいなんかハイテクだよ。非対面のチェックインだし、なんか QR コードとかが送られてきてたりね、で Wi-Fi 飛んでたり、だからノマドワーカーみたいな感じで仕事もできるみたいなの、でなんか近くにオフィスもあるみたいなんだけど、コワーキングオフィスみたいなのも、でここで1泊ね5000円ちょっとかな、2人で車も入れて、でフリーサイトだから場所は決まってないんだけど、フリーなんだけど、車も1000円1100円で入れれるから、それも申し込んだから、真横にテント張れると思うの。で他にも電源サイトとかもあるんだけど、うちは特にいらないから、そこで今日はのんびりしましょう。はい。日没以降は車の出し入れがそのフリーサイトはできないから、日没前に戻ってこないとダメだけど、で日没後温泉行くとかね、そういう場合は駐車場はあるから、そっちだったら止めてもいいですよっていうことなんで。なるほど。別にキャンプで車にそんな頻繁に出入り、車のとこ行かないんだったら、1000円もったいないし、なくてもいいかも。荷物下ろしたりは最初していいみたいだから、それでもいいよね。じゃあ多分ご飯作ったり車の中でするからさ、あった方がいいかなと思って。そうだね。道の駅信濃のところかな。そうだね。あれな、トウモロコシだけ買いたかったな。まあいいか。まだいける？まだいけるよ。ちょっとトウモロコシだけ買いに行こうかな。行ってみる？もう売ってないかな。どうだろうね。そこすごい並ぶんだよね。朝から。まあ行くだけ行ってみようか。はい、到着です。そうそう、奥だよね。どうだろう。いや、ないな、これは多分。雰囲気は。こっちか。当然ありません。当然ありません。やっぱりね。まあそうだよね。もう昼過ぎだし。なんか売ってた気配すらないぐらい綺麗に片付いてさ、ね、もう台ごとなかったから。そうだね。トウモロコシ最後の店ですよ。売ってる、ここはいっぱい。そう。お店で。今車が急いで入ってったからさあ、そういうことか。だからここが人気なのは日本海側から来るんだ。新潟方面から。そういうことだね。上越、そうそうそう。今の車も上越ナンバーだからで、最後の店ですって何かと思ったら、だから向こうに帰る人のトウモロコシ屋さんってことだ。急いで入ってたもん。そういうことだね。はい、ノマドワークセンターだって。チェックイン済みお客様出入り口。はい。はい。フリーサイト、ここ行って右。フリーサイトは？ここ行って右？すごいね。すごいよ。広いでしょ？ここ見に行っていいんだよね。そうでしょう。フリーサイトまっすぐ進んでください。はい。すごい眺めじゃんこれ。最高の眺めだね。すごいね。ここでいいんだよね、多分ね。フリーサイト広いもんね。で、多分さ、ちょっと木陰になってる木のところとかが、有料他のサイトなんじゃないかな。テーブルと椅子がある。そう。1個か2個か。そうなんでしょう、多分。
広いな。広いね。すごい広い。どこにしようか。よー、いいけど暑いね。さあ今日はこれパサッと開くだけのテント、気持ちいいからな。タープも張ってもいいな。これ久しぶりだね、これ張るのも。こんな暑いとね、これから活躍するよ。オッケー。さあテント張れました。どう？今日のかっこよくない？今日はね、なかなかうまく張れたんじゃないでしょうか。目の前がこのビューで大す。自然で。今日はね、このケシュアのポップアップテントでしょ。うんピュッと広がるのに、うんタープはちっちゃい方ね。うんケシュアのもあるんだけどすごい大きいから、2人だったらこれでも十分なんで、うん。でこう前ちょっとリビングっぽくして、こんな感じで椅子とテーブルを準備してみました。こんなビューです。最高でしょ。今日はねちょっと面白いドローンを持ってきました。はい。ホバーエアー X1 スマートっていうやつなんだけど、うん。もうこれが本体でめちゃくちゃ軽い、めちゃくちゃコンパクトなの。 99g しかなくて、おー。コンパクトで、もうこのね、ここで電源入れて、うんここだけでスマートフォン使って操作もできるんだけど、うん何もなくても操作ができるっていう、うんうん。めちゃくちゃお手軽なドローンになります。はい。まあちょっとね、詳細はまた後で説明するとして、一回飛ばしてみる？うん。なんせ簡単だから。やってみよう。ここで電源入れます。でここでね、モードを変えるんだけど、ホバリングこモード、うやってズームアウトモード、でいろいろさ、フォローモード、このドローンの飛ばし方があるんだけど、うんもうここで全部オービットモード、簡単に選べるのね。あ俯瞰撮影モード、あ、じゃあ飛ばす前に選ぶっていうそうことね。そうそうそう。うんで1個このカスタムモード、フロントフォロー撮影、でこれがスマホつないでカスタム撮影みたいなので、モードを1個設定できるの。うんうんうん。やってみようか。うん。持ち上げて手のひらに置いて手のひらに置くのね、まず。置いて、で今モードがホバリングモードだから、うん。前のボタンを1回押すだけ。これ？それ。続けてください。ホバリングモード、こんな感じで、右、そうそう、顔をフォローしてるからこ私今動くでしょ。右左に動いてるんだけど、うでちょっといろいろあるからさ、モード変えてみる？ズームアウトモード、ズームアウトやってみたら、行って戻ってくると。で手出したら止まる。面白いでしょ。面白いね。次は次はこれ。フォローモード、フォローモードついてくるんじゃないかな。どうぞ。フォローモード、おーついてってるついてってるすごいね走ったらどう？すごいね。すごいね。どこまででもついてくる。オービットモード、あぐるぐる回るんじゃないかな。やってみよう。うん
今ちょっと試しに飛ばしたんだけど、このアプリを使ったら、でこれでつないで、ここの設定でいろいろできるの。ホバリング、ズームアウトの距離とか、俯瞰の高さとかね、でオービットのこのぐるっと回るとき何メーターにしますかとかさ、さっきはね 1.5 で回してたんだけど、4メーターとか6メーターとかできるから、それ今ねちょっともうちょっと幅広くしてみたんで、ちょっとやってみます。はい。これか。ズームアウトモード。やってみます。はい。 9 9メーターいくからね。ちゃんと教えてくれるからいいね。結構風あるから揺れてるけどさ、安定はしてるね。すごい。これでね、声も入ってるはずなんだけど、どうでしょうか。声も入ってるはずなんですけど、どうでしょうか。おー、風が強い。すげえ揺れてる。なんか突風みたいなのが吹くね、今日は。これすごいのが室内も飛ばせるの。カスタムモード。屋内フォロー。近距離。どうだろう。屋内フォロー。すごいでしょ、これ。あ、ついてったよ。ここ行ったうん。ここ行ったらどうだろう。ついてく、ついてく。あ、下がったよ、勝手に。テントでも飛ばせんの。すげえいった。いや、すごいね。この手軽に飛ばせる感が。で、結構風にも強いし。あ、そうだね。で、ここで簡単にモード選べてさ、こうやって。オービットモード。俯瞰撮影モード。で、これがあるから、携帯電話がなくても、もうこの機体だけでピュッと飛ばして、で、手のひらにすぐ着地させられるでしょ。だからめちゃくちゃ簡単で、これはなんかドローン最初に始めたいとかさ、ちょっと違った映像を撮りたいなっていう人にはすごいいいよね。操縦する必要もないからさ、一人でこう自撮り撮影する時とか、ちょっと SNS で変わった画角で撮りたいとか、そういう用途ですごいいいんじゃないかなと思うのね。で、ちょっとね、詳しく仕様とかを説明したいと思うんだけど、で、まずね、この機体ね、本体が 99g しかないの。めちゃくちゃ軽いです、これ。で、この 99g っていうところが、まあ、ポイントって言えばポイントなんだけど、何かっていうと、機体登録がいらないのね。だから簡単に始められると。私たちも他のドローン持ってるんだけど、やっぱり最初の登録がね、大変なんだよね。そうそう、機体登録がね、まあ別に難しいことはないんだけど、ちょっと手間というかさ、やっぱめんどくさいじゃん。そうだね。登録しないとダメっていうと。その点でこれは 100g 以下だから、その登録が必要なくて簡単に飛ばせるんだけど、ただ、ここで勘違いしちゃいけないのが、航空法で 100g 以下っていうのは機体登録が必要ないっていう風になってるんだけど、じゃあどこでも自由に飛ばせるかって言ったら、そうではなくて、まあ、正直ね、飛ばせる場所はほぼ普通のドローンと同じところだけと思った方がいいと思います。
でまあ唯一違うのが人口密集地域ね、うんそこでの飛行の時に飛行許可を取らなくていいっていうことはあるんだけど、うんまあ、それでも飛ばす場所を管理してるところの届けでね許可取りは必要になります、はい、あと、まあ、登山中に撮影するとかそういう時も入林届っていうのが必要になって、そう、まあ、届け出ではあるんだけど1週間ぐらい前にこのくらいのこの地域で周辺で撮りますっていうのを届け出しないといけないのね。でそれはこの機体でも一緒。それは要は入林届だから、うん、この時この何日何月何日の何時頃ここに入ってこういうことしますよっていう届け出をしないとダメで、うんまあ、そういう手間はこれも変わらないし、それからね私有地とかだったらもちろんそこの持ち主さんね、とかの許可も必要になってくるから、まあ、正直ねそこまでこの 99g のメリットっていうのはないよね。そうだね、まあ、公園とかでも許可は必要なんだよね、許可も必要だしほぼほぼ今もうダメだよね。多分ダメだっていうふうに書いてあるところが多いかな。でもう県とか地域で条例で飛ばしちゃダメですよってなってることが多いので、ダメだし、それから道路なんかも道路の上は飛ばせないので、まあ、そこら辺は注意した上でちゃんとやんないとダメです。そうだからメリットとしては最初の機体の登録が必要ないっていうところだけで、あとは届け出とか許可がそれぞれ必要になるところがほとんどですよっていうことです。まあ、それでもこの手軽さとかさ、で今日もちょっとさっきテントの中とか車の中でも飛ばせたでしょ、だから家の中でも十分飛ばせるし、ね、そういう狭いスペースでも飛ばせるから、そうだね、それで遊ぶことも十分できるし、それで SNS に投稿するっていうこともできるから、でまああともちろん自分の私有地ね、自分家のお庭とかはもちろん飛ばせるから、そういうところで楽しむには問題ないです。はい、で探せばねキャンプ場とかそういうところでもドローンいいですよとか書いてあるところも結構あるから、そうだね、ぜひね探して楽しんでみてほしいなと思います。はい、その他の特徴なんだけど、まずこれめちゃくちゃ軽いドローンなんでバッテリーがね10分ぐらいかな、持つ時間が、なんでこういう予備バッテリーは絶対に必要になるかなと思います。はい、でこういうバッテリーチャージャーね、2個同時に充電できるやつなんだけど、こういうのは必要になってくると思います。はい、でね飛ばした感じどうだろう、7分ぐらいかな、飛ばせてる時間で言ったら。そうだね、やっぱり風の影響とかもあるんでちょっと短めにはなるかなという感想、そう撮影画質なんだけどこれは最大 2.7K の30フレームまでです。で HDR 撮影だとフルハイビジョンの30フレームになるのかな。 4K の60フレームとかで撮りたい方は注意が必要ですけど、まあ、SNS にアップする程度だったら 2.7K の30フレームで十分だと思います、簡単に飛ばせて簡単に SNS にアップできるっていうのがこのドローンオーバーエアのこの X1 スマートの特徴なんで、もっとより高度なことね、難しい、もうすごい高いところを 100m ぐらいで飛ばしたいとか、4K の60フレームで撮りたいとか、そういう場合はまた他のドローンを選ぶ必要があるけど、なんか今の話だとさ悪いことばっか言ってるような気がするんだけど、決してそんなことなくて、めちゃくちゃコンパクトだから、スッとしまえてポケットとかにも入るでしょ、で羽が全部こうやってシールドされてるから危なくないじゃん、で手のひらから簡単に飛ばせると、でそういうのもメリットだし、あとねこれ内蔵メモリーが32ギガなのね。だから別で SD カード持っていくとかっていう必要もなくて、この本体に勝手に撮影したの保存されてすぐに携帯に転送できるのね、データを、っていうのもすごいし、で水平方向の速度ね結構速くて25キロ以上のスピードで飛べる、まあ、28キロぐらいかな、時速28キロぐらいで飛べるから、結構速いのスピードも。でさっきね走り回ってみたけど全然余裕でついてくるし、そうだね、そこら辺も十分なスピードで飛ばせるし、それから今日風結構強かったんだけど、台風レベル4なのね、だから5メーターから風速8メーターぐらいまでの風でも飛ばせるような設計になってます、なんでかなり安定して飛ばせるっていうのも魅力ですね。はい。あとさすごいと思ったのが音がすごい綺麗に入ってたね。そう
ドローンであんな風に音が取れるってさ、あんまりないと思うのね。そうだよね。だってプロペラ音が入るからすごいゴーンっていう音が鳴るのに、これ不思議なのが全くプロペラ音入らず人の声だけ入ってたじゃん、あれがなんでかなと思って俺最初疑ったのね、でこれ携帯が勝手に音録音してるんじゃないかと思ったんだけど、そうしたらプロペラ音入っちゃうでしょ、だから携帯からじゃなくてこのドローンが多分プロペラのノイズ音というか音を消して声だけ拾ってくれてるんだけど、かなり優秀だね。すごいよね、なんかこれはまた別の使い方というか、なんか音が入るからできることがまた出てきそう、なんかこう撮影してみながらここで撮ってますよとか記録としてね、こういう今日何月何日で何度の中こういう風に飛ばしましたとか、それからなんか家の補修とかさ、今日はこの家のここの何回見てこういう撮影してますよとかっていうのを映像に音声として記録することもできるかなと思った。なんか面白いよね。面白いよね、いやなんせ本当にお手軽ですぐ始めれるドローンっていうところで、今ドローンにちょっと興味がある方とか、なんか自撮りで面白い撮影したいなっていう風に考えてる方にはぜひおすすめなので、ちょっと概要欄からぜひチェックしてみてください。今回この一番右側が本体で、これが本体が入ってたケース。なんかね、プロペラがくるくる回るの出したら。で、あとこういうね、プロテクティブケースっていうこの本体を入れとくケースがあったり、充電のバッテリーが今1個予備であって、でね、バッテリーはね、2つぐらい予備があった方がいいかもしれないね。そんな感じです。まあいろんなオプションもあったり、いろんなセットで売ってるんで、自分に合うセットを見つけていただいて、選んでいただきたいなというふうに思います。はい。よし、じゃあちょっと外でもうちょっとのんびりしましょう。でちょっとテント暑いからね、涼しくしてからちょっとフラフラしに行こうかな。いいね、それ風通って。中どう暑い？あ、本当。やっぱ日差しない方が涼しいんだ。おー、いいじゃん。これでより風が通りそう。さあちょっと暑いからさ、ちょっとなんか食べに行きましょう。冷たいもの。飲み物も買わないとね。ね、忘れた。せっかく鶴屋行ったのにさ、水しかないっていうシュワシュワがないから行きましょう。ソフトクリームを食べに行こう。前も行ったと思うんだけどね、ブルーベリー園でやってるソフトクリーム屋さん、ブルーベリーいっぱいのやつとかが食べれて、まあちょっと今時期的に分かんないけど、今ちょっともう時期遅いかもね。分かんないよね。あ、冷凍であるかな、ちょっと分かんないね。行ってみましょう。はい。そろそろなんだけどね。もうちょい上でしょ。あと250メーターぐらい。はい、来ました。こっちのが多い、ブルーベリーが。450円。一つね。はい、いただきます。今果実は冷凍ですってなってたけど、いいでしょう。あ、美味しい。美味しいね、ソフト。美味しい美味しい。すっごいね、身がすごい入ってる。ザラザラ感がすごい。あ、冷凍のブルーベリーも美味しい。お、すごいコスモスいっぱい咲いてるじゃん。あー、うまかった。美味しかったね。超美味しいね、この果実感のあるソフトクリーム。いや、最高でした。果実も乗ってるしね。そうそうそう。いや、いいね。ブルーベリー結構大きかったね。大きかった。美味しかった。ちょっとクールダウンできた。喉乾いた。喉乾いたね、また。苗名滝でも行ってさ、ちょっと滝でクールダウンしよう。しようか。あれ結構歩くんでね、15分ぐらい歩くと思うんだけど、いいでしょう。あ、ここサウナだったよね。確かね。川が結構濁ってるね。本当。あれかな、雨降ったのかな、上の方でもしかしたら。もう一個上があるでしょ。はい、到着。一番上にも駐車場があるんですけど、ちょっと狭いんでこっちにしました。500メーターだ、行ってみよう。涼しい。
あーすごいね、涼しい。川の水はそんなに澄んではないかな。ちょっと濁ってるけど、あー結構あるな。何段だろうか。おお、結構登るね。あれこんな遠かったっけ。 500メーターって書いてあったからね。あと何メーター。あと何メーターだろう。あと100メーターか200メーターぐらいで着くんじゃない。あと200メーターだって。ほら、よし、もうちょっと。ああ涼しいな。風はでもさっきからのなんかマイナスイオンが来てそうだけど、あ見えたぞ。ああ着いたね。うん、どこまで行けたっけ。ここまでだっけ。ここまでじゃない。あの先行けないのかな。おお結構下が濡れてるね。いやよかったね。よかったね。涼しかったね。だいぶ違うね温度がやっぱり川だと。よしでは次は買い出し。第一スーパー行ってちょっと買い出ししてからあお風呂行って、あそこの第一。妙高店かな。あ違うところ。うん、妙高高原の方に降りるんだね。そうだね。で街中か。そりゃスーパー街中だよね。に行ってそういうことか。結構遠いなスーパーまで。まあ、キャンプ場の近くにさセブンイレブンあったからセブンイレブンで何でも買えるけどね必要なもんは。そうだ。到着。どれだ。ここだ。あったあった。あ行ったことあるね。一度行ったことあるかな。あると思うよ。まああとはさもうちょっと行ってさ新井まで行ったらめちゃくちゃいっぱいあるんだよね。そうそうそう。大きなスーパーが。でもまあここでも十分だ、ね、まあいいよね。か日本海の方まで行って海鮮買ってくるからね。あそれもありだね。行きましょう。アイスとジュースが買いました。よかったよかった。よかったね。汗を流しに温泉入って、で日没が今日6時15分ぐらいだから、それまでに車を戻さないと中入れなくなっちゃうから、そうだね。まあまだ大丈夫でしょ。あと1時間ちょっとあるから、なんで今日はささっとお風呂に。共同浴場だね。共同浴場、ね、でいいよね。関川の共同浴場だけなんかあるじゃん。スキーの頃よく行くところ。そうそう行ったことあるね。関川共同浴場大湯っていうところだね。400円だったと思うけど分かんない。値上がりしてるかもしれない。前も安かったなっていう印象はあるけど、400-500円だったと思うんだけど前も。あれこんなとこだったっけ。このね先にあるんだけど、坂のところにあったよね。そうそうそう。ああそうかそれだね。これだ場所は。駐車場もあったでしょ。駐車場はね道挟んで反対側にあったんだ。ああこれこれは温泉だね。そうそう。ああいい雰囲気だね相変わらず。駐車場はここだったんだよね。60メーター先って書いてあったよ。あこれおお、広いね。左はいいよ。空いてるな。もう入れるこれ。怖っ。いいね大きいのでも。よかったね。入り口ちょっと狭いけど、大丈夫。鍵につけておこう。最高の眺めじゃない。すげえ。ホームランバー打ってるって。ああさっぱりしたね。さっぱりしたね。400円最高です。
お湯めちゃくちゃ熱くなかった暑かったね、びっくりした。夏にこれだけ暑いとね。でもなんかさ、暑いとカットしていいね。いいよ。でも最後俺水風呂で出てきた。水風呂じゃない、水シャワー浴びて出てきたから今全然大丈夫。近いね、こっから5分だって。ね超近い。え、近いね。いいね。帰ってあそこのタープの下でアイスとジュース食べてさ、ちょっとのんびりして俺のご飯を待っといて。そうしよう。今日は作ってくれるらしい。そうそう。あ、ちょうど綺麗な時間じゃない。ほら、うわ綺麗だな。すごいね。食べますか。じゃあこっちあげる。バーイ。ここいい。今ちょうど6時。おお。あ、うまいなこれ。たまらんねこれは。ちょっとこれどうぞ。こっちも美味しいよ。こっちはちょっと甘いかな俺には。あそこの光は果敢だね。右側ね、この今真ん中ぐらい。絶対そうだ。今日はここら辺を使って冷製パスタを作っていきます。でちょっとね、今から火使うからエアコンつけた。暑いから、外音聞いたけど全然大丈夫。さあ、大変だった。大変だった。でもできた。この凍らせといてよかった。1個ペットボトルを、400g ぐらいかな、2人で乾燥で、結構多い？多いと思うよ。いいね。で、あとは生ハム入れてモッツァレラ入れていいんじゃない？適当に入れちゃおう。もうできました。もう1個はねこっちにあるんだけど、ちょっと重いすぎて惨劇なんでどう？美味しそうじゃないね。甘っ。結構桃ね、歯ごたえがある。ああ、そうなんだ。ちょっと固めなんだけど噛むとジュワーって出てきてね、すっごい美味しい。さあ、じゃあパスタはどうでしょう？塩コショウは自分でね、美味しい。結構美味しいよね。俺もちょっと味見したんだけど。あ、美味しい。夕飯の後はデザートです。ブラックビートルっていう。ブラックビートルだったっけ？そんな名前だった？ビートだったか。ビートルビートルではないな。いただきます。甘っ。味は巨峰に似てるけど、中の酸っぱさがない。全部甘い。うわ、うまいね。美味しい。さあ、今日は俺はテントです。クマが怖いから車で寝るっていうので、今日は一人広々テントで寝ようと思います。おはようございます。天気はどうでしょう。お、いいね、今日も天気。どう、寝れました？寝れましたよ。ちょっと夜寒いくらいだった。寒かったね。